こんにちは。日本語クラスです。今日のテーマはこの写真を見てください。はい、これ、はい、そうですね。人が歩いています。はい、それもスーツを着ていますね。はい、そうです。これは働いている人ですね。はい、日本のサラリーマンと言われている人たち、会社員さんですね。はい。今日のお話のテーマは、働いている日本人の悩み。嫌だなと思うことについてです。はい。日本人は皆さんよく知っている通り、よく働きますね。はい。真面目な人が多いです。はい。ですがやっぱり仕事で嫌なことあります。もちろんです。これ嫌だなとか、はい、もう仕事辞めたいとかありますよ、もちろん。うん。でも日本人真面目な人多いですから簡単にすぐには辞めないですよね。そう。じゃあどういう悩みを持ってるんですかっていうのをランキングにしたものがあります。はい。どんなことだろう。はい。私も知りたかったので調べてみました。はい。それも、やっぱり何歳か、若い人か、ちょっと年齢が高い人かで悩みって違うと思うんですね。はい。ですので、今日は、ちゃんと若い人から20代から50代、50歳代の人までそれぞれの悩みをランキングしたものを見せます。はい。それは、そうですね。全部で296人の、だいたい300人ですね。300人の日本人で、日本で働いている人に、調査、アンケートをしたものです。はい。これ去年の8月の調査なんですが、今年の調査もあったんですけど、ほとんど変わりません。結果同じ。はい。ですので見てみましょう。はい。大事な一番大きな悩みはこれですね。今抱えている仕事の悩みは何ですかというもの。抱えるってね、漢字でこう書きます。はい。持っているの意味です。今持っている。悩み。やだ。とか。ストレスとか、どんなことが嫌だと思ってますか？どんなことが嫌で仕事を辞めたいと思ってますか？そんな意味です。はい、いきますよ。見せますよ、皆さん。ドン。おー。はい。これ、答えはまずは、これ全部の答えです。若い人、20代も50代もみんな、一つにした時にはこの順番になるらしいです。一番は、はい、もうこれ、給与が低い。給与っていうのは、給料のことです。はい、サラリーです。仕事してお金もらいますね。それが安いよっていうのが、もう一番悩みですっていうものです。はい。で、いろいろその後に書いてあるんですけど、ちょっとこの後もっと順番に細かく見ていきましょう。だけど大事なのは、この給料が低い、安いっていうのがとってももう一番高いですね。他のものより 37.2% ですね。はい。じゃあ、どんどん細かくいきますよ。これね、すごく面白いです。このグラフ面白い。これ世代別と書いてあります。これ何歳かによってってことです。何歳かでランキングを分けてます。すごい。仕事の悩み何ですか？トップ5。はい。20代、30代、40代、50代分けてるんですが、やっぱり一番の悩みは給与が低い。給料が安いよっていうのがもう一番の悩み。ね。で、その後はちょっとまた変わっていくんで、また後で細かく見ていきます。給与が低いっていうことについて、これはですね、とても大きな問題です。今、日本で。はい。どんな意見があるかというと、ちょっと3
3人の人の意見をここに載せました。言葉難しいですので全部わからなくて大丈夫です。私ちょっと読みますね。最初の人は勤続20年だが年収はほとんど変わっていない。これ意味はもうこの会社、自分の今働いてる会社20年ずっと続けて働いています。でも1年間の給料は20年前と今とほとんど変わってないんです。上がってません。良くなってないっていう意味です。はい。これはね、本当に今大きな問題です、日本で。じゃあ次は、若い頃は景気もよく順調に賃金も上がっていましたが、賃金っていうのは給料ですね。上がっていましたが、不景気が続き思うように伸びず、こう伸びないっていう意味です。伸びないです。伸びてませんっていう言い方。はい。これ44歳の会社員の人の意見。はい。若い時は、給料がね、毎年少しずつ上がっていた。少しじゃないですね。順調にって言ってますね。順調だからどんどん良くなって上がってた。だけど最近は、日本の経済が良くないというのが続いていて、給料が上がってませんという意見。で、最後、もう一つ55歳の男性の意見はこれです。とにかく給料が安いので旅行に行くこともできない。老後に備えることも厳しい。貯蓄もたまりません。はい。これは、もう今の給料が安いから旅行行けないです。で、会社辞めた後が老後ですね。おじいさんになってから仕事しない状態です。その時お金ないと困りますね。そのためにお金を貯金してるんですけど、それも大変です。という意見。こっちも貯蓄もたまらないっていうのはその貯金が全然たまらないっていう意味です。はい。もう大変。本当に。ただこれ本当によく言われていて、給料が全然上がらない。昔だと入った時、会社に入った最初の年はいくらだけど5年ぐらいするとちょっと上がっていって、また5年ぐらいすると上がってとか、そういうのがよくあったらしいんですけど、今はもうずっと変わらない。まあ減りますっていうこともあんまりないと思うんですけど、上がらないっていう。仕事はたくさん増えていくのに、給料は上がらないという状態です。はい。だから、やっぱりこれみんなもう嫌だって言ってる。もう一番。はい。安いよ。ね。大変です、本当に。大きな問題。じゃあというか、なのでこれ日本でも政府がこれでは良くないと言って給料を上げてくださいっていうふうに会社に言ってます。はい。だからちょっと最近上がってるんですけど、小さい会社はあんまり変わってないみたいです。はい。じゃあ続きいきましょう。2番目に多い悩みが社内の人間関係の悩みです。はい。こう見てもこの青いところがそれです。会社の中での人間関係、リレーションシップです。はい。仕事ができる、わからないとか、そういうことじゃなくて、上司と仲がいいかとか、部下とうまくいってるか、同僚と仲がいいかとか、仕事しやすいかとか、そういうイメージですね。これ2番目。はい。特に若い人は上の方になってますね。はい。15% いますからね。で、ちょっと年齢上がってくると人間関係はもうあんまり気にしない、ね、っていうことですね。で、これごめんなさい。そう、書かなかったんですけど、ここには載せなかったんですけど、やっぱり上司とうまくいかない。というか、上司が、結構、こうパワハラという部下に対して厳しすぎる、それもあまり言ってはいけない言い方で注意するっていうことをする上司との関係が悪いっていうのが結構書いてありました。はい。
部下のことをただ悪く言う。はい。で、反対に、上司の人が部下をどうやって育てればいいかわからないとか、そういうのもあったし、あと同僚とうまくいかないっていう悩みも多かったです。はい。だからやっぱり学校と違いますよね、会社ってね。学校だったら好きな友達と一緒にいつもいればいいけど、会社だと嫌な人とも一緒に仕事しなければいけないから、やっぱり人間関係が2番目、はい、の悩み。はい、日本人もですね。はい。じゃあ3番目なんですかっていうと、全体的に見ると3番目は、会社の将来性と雇用の安定性が悩みです。心配です。というものです。はい。これ、ちょっと言葉難しいですね。これ、将来性の方が分かりやすいかもしれないです。この会社、自分の働いてる会社は、この後、あと10年、20年、大丈夫ですかっていうの。それが将来性がある、ないっていうんですね。将来性がある会社。もうこの会社はもうダメだって場合は将来性がない会社。はい。まあ、やっぱり仕事によってはね、もう仕事の種類によっては将来性がない、まあ低いというか、そういうのもありますよね。うん。だから大丈夫かな、私の会社やばいかもしれないっていうの。はい。それが3番目です。はい。で、そうなると、会社がダメかもしれない、ダメになるかもしれないと思うと、自分のこの給料はこのままもらえるのかなっていうのが心配だっていう、それが雇用です。うん。会社に雇われるっていうんですけど、会社で働かせてもらうこと、それが安定してるかしていないかってことです。はい。やっぱり、もうあまりうまくいっていない会社だったら、リストラ、もうあなたはあと2ヶ月で会社を辞めてくださいと言われてしまう。例えば。はい、そうすると雇用の安定性はとても低いです。とても危ないです。全然安定してませんね。うん。だからそういうのが心配っていうのが3番目です。はい。ねえ、これ見てください。やっぱり年がいっている人、高い人、40代50代の方が高いですね。それね。リストラ、会社ちょっともうあと2ヶ月で辞めてくださいって言われてしまう可能性もこの40代50代は高いですからね。給料が高いから辞めてくださいって言われることも多い可能性がある。だから心配している。ね、皆さんの国でもきっとこれはあるんじゃないですか。この仕事は大丈夫か本当にってね。今はまあまあいいけど、10年したらこの仕事はもう AI がやるんじゃないとかね、あるでしょ。そういうのです。はい。じゃあ次じゃない、コメントありましたね。そうですね。これの心配の人の話があります。コメント。35歳の東京の男性の意見です。求人を出しても若い人が来ず、将来働き手が少なくなって立ち行かなくなるのではないかと心配。はい。これ言葉難しいですね。でもね、簡単に言うと、これは私の会社で、この人の東京の会社で、働いてほしいです。人来てくださいというのが求人です。人が必要です。来てくださいというのを、皆さんにこう出しても人が来ないんですね。特に若い人が来ない。やっぱり若い人欲しいです、会社は。はい。長く勤めてくれるし、元気がありますから、パワーがありますから、来てほしいんだけど、
来ない。若い人来ないから、私の会社、将来、働き手は働く人が少なくなって、もうダメになってしまうんじゃないかと心配です。と言っている。はい。もう人来ない。人がね、働きたいですと言ってくれないと、もうそれは本当にもうダメですよね。そうだからありますよ、日本でも人気がない仕事っていうのね。人は必要なんだけど人気がない。でじゃあ4番目いきましょう。4番目はですね、私ちょっとってちょっとびっくりしました。4番目一番多いのが、理由じゃない、悩みですね。悩みは仕事のやる気に関する悩みなんです。はい。このやる気が出ない、もうなんか仕事したくないなと思ってしまう、それが悩みですっていうのがなんと4番目に多い。はい。それも20代だと3位だし、50代だと2位なんですね。あらあらあらってね。はい。これどういう意味って私は思いました。はい。じゃあちょっと意見を聞いてみましょう。どういう意見かというと、読みますね。茨城県の37歳の男性の人の意見は、なんでやる気出ないんですか、ね、これは尊敬できる上司が定年し、人の悪口しか言わないような他部署の役員が上司となり、やる気が失せています。はい。これちょっと難しいけど、簡単に言うと、自分がリスペクトしている、尊敬している上司がいたんです。だけどもう年齢が高くて辞めました。で辞めちゃっていなくなりました。そしたら代わりの上司が来ました。でそれが、他の部署、他のセクションの人が上司になったんですけど、その人が悪口しか言わない、人の悪口しか言わない。そこの田中さんはだかもう今日も全然仕事しない、もうさっきもタバコ吸いに行ってたよねみたいな、例えばですけどね、もしかしたらもっと悪いことを言う、悪口しか言わない。だからその話ばかり自分は聞いてるから、もう仕事をやろう、頑張ろうという気持ちがなくなってしまいましたっていう意見です。これかわいそうですね。これちょっと本当嫌だなと思いました。これ上司がそんないつもね、やっぱ上司ってよし、じゃあ仕事を頑張りましょうとか、今月も頑張りましょうって言ってほしいですよね。そうじゃなくて、社員の悪口を言ってる。あいつは何々が良くないね。あの子は何々がダメだ。嫌です。はい。やる気なくなるね、本当に。で、もう一つは別の意見。34歳の岡山県の男性はですね、またちょっと別の意見です。はい。読みます。長く同じ職場にいることで単純に飽きがきました。しかし辞めることはできないので不毛に思いながらも続けるのみ。はい。ちょっと難しい。言葉難しい。はい。でもこれ簡単に言うと、もうずっともう34歳ですから、もうね、多分10年以上この会社で働いてます。はい、ずっと同じことしてる。毎日同じことしてる。なんかもう全部仕事覚えたし、また今日も同じ仕事するのか。つまんない。同じの繰り返し。はい。やっぱりつまんなくなりますね。もう飽きた。つまんなくなりましたってことです。つまらないです。で、でも私はこの仕事を辞めることはできません。だから不毛に思いながら、これはもう本当に N1 でも出てくるか出てこないか、かなりレベル高い日本語なんですが、不毛っていうのはもう意味がない、はい、っていう意味です。もうとか役に立たないとか、そういうこと。もうここでね、仕事辞められないし、でもつまんないし、でも辞められないから続けてますけど、でも続けても意味ないんです。何も新しく勉強することもないなと思いながら、と分かってるんだけど、でも続けるしかありません。給料欲しいから。
そんなイメージですね。うーん。これはちょっと34歳でもうそういうふうに思ってる。仕事つまんないなって。ちょっともう早い気がしました。そしたらもうやめた方がいいんじゃないってちょっと私は思ったんですけどね。いろいろね、やめられない理由ありますね。はい。じゃあ、皆さんに聞いたと。もっと聞いた。皆さん、日本人の皆さん、仕事を辞めたいと思ったことはありますか？辞めたいですか？仕事？ 73.3% の人が、はい、辞めたいです。辞めたいと思いました。思ったことありますよ。と言った。はい。もうこれもう 73%、もうほとんどみんな辞めたいと思ってますね。はい。ちょっと皆さんびっくりしてます？皆さんね、日本人って真面目に働いてるから。そして、コンビニに行ってもレストランに行ってもみんな店の人はいつも笑ってる。いらっしゃいませお客様、ね、ありがとうございました言ってますけど、実は心の中はちょっと違う。大変なことが起きてます。はい、もうやめたいって思ってるんですよ、ちゃんとね。もう半分以上の人思ってます。はい、じゃあその日本人の人、仕事を辞めなかった理由は何ですか？どうして仕事を辞めないんですか？聞いた。すごいですね。すごい質問。はい。聞いたら答えは、一番多いのは、だって辞めたら生活ができないですよ。ご飯が食べられないですよ。パンが買えないですよ。米が買えない。そうですね。はい。もう 40% ぐらいの人がもう生活できないから辞められないんです。です。はい。で、次が、転職は難しいし、面倒くさいです。大変です。と言ってる。転職っていうのは仕事を変えるってことですね。それが 26.4% の人が言っています。で、だけど辞めない理由、ここ面白い。悪いことばかりではありません。16.3%。はい。確かに悪いことある。確かに私の上司は性格が悪いですけど、でも他にいいことあります。同僚はいい人ばっかりです。はい。とか、この仕事はほとんど残業がないからいいです。とか、家から近いからとか、そういうのがある。悪いことだけじゃないからやめられないんですってね。はい。頑張ってください。はい。で、あとは、給与、待遇には満足してる。もうこっちは給料とかはいいですと。5.1% は辞めない。でも他のストレスがある。あとは、辞めると迷惑がかかる。とか、同僚、友人に励まされた。1.1%。友人とかね、やめない方がいいよ。もうちょっと続けた。頑張れ。みんな頑張ってるんだよ。と言われた。はい。ねえ。だそうです。はい。で、そうとは言っても、転職を考えたことありますか？とか、転職するために活動してますか？何か。もう他の会社探してますか？とか、他の会社面接受けたりしてますか？という質問をしたんですね。そしたら、答えた人の 50% の人が、はい、やってます。はい、転職考えてるし、動いてます。次の仕事探してますよって言った人がもう半分の人がそれを言った。ね、多いですね。で、これですね、面白いです、意見。今すぐの転職でなくても、ね、今すぐこの仕事を辞めて次の仕事に変わるわけじゃない。だけど、でも、自分の市場価値を調べたり、自分の市場価値、これいいですね。これは JLPT-N1 ぐらいだったら出てきそう。読解とかで。これ自分が、自分が次の会社というか、次働いた時、自分はどのくらい社会人として価値があるのか。私は高い人か安い人かいくらぐらいの人なのかっていうこと、はい、そういうのを調べる、転職するのにやっぱりねありますよね。人気な仕事、人が必要な仕事で自分が能力があったら自分の市場価値高いです。例えば IT とかね、
IT のとてもレベルの高い IT の知識があるだったら自分は市場価値高いですね、今ね。例えばですよ。で、そういうのを調べたり、あとは調べておけばいつでも辞められる。大丈夫、もう調べて次の会社探してるからよしいいぞって辞められると転職サイトを活用している人もいます。活用は使うってこと。もうね、次の会社を探したりもう見つけていればすぐに行かなくても、嫌なことがね今あってもこの会社であってもよしもう大丈夫、もう次の会社あるから大丈夫、よしあと1週間はこの会社で働くんだけどよし次の会社決まってるから大丈夫って思える、っていうことですね。心が健康でいられますね。だから日本人は調べてるんですね。50% の人が、半分の人がもう次の会社を調べながら今の会社で働いてるってこと。頑張ってます日本人もね。ということで、もう一度このランキングを見るとね、今の悩み何ですか、仕事の悩み何ですか。一番はやっぱり給料が安いんです。生活が大変ですっていうね。これやっぱり子供とかが生まれるとお金かかりますから、給料が全然上がんないよどうしようねなったりしますので、それで困ってる悩んでるっていう人はやっぱり多いみたいです。皆さんの国ではどうでしょうか。さっき話さなかったのは、この辺まで話したんですけど、その下は賞与がない低い、賞与っていうのはボーナスです。ボーナス、プレゼントのお金みたいなものですね。あと休みが少ないとか、自分が評価されないです会社にとかね、スキル経験がないとか、仕事内容が合わないとか、業績不振、あとちょっとこれ残業が多いっていうのはこれは 1.7% しかないんですよ。皆さんびっくりしたでしょ。これ日本昔残業が多くていろんな問題、社会の問題になった時があります。自殺してしまったり働きすぎでね、心の病気になってしまって死んでしまうとかあったんですけど、そういうのダメですと、残業を減らしてくださいっていうふうに日本が国が言っているので、残業は今とても昔よりは少なくなってます。反対に短い時間でもっといい仕事をしなさいっていう風になってるんですけど、なかなかそれができてないのと、それをやっても給料が変わらない、低いですっていうのが日本人はやっぱり悩みに思ってます。例えばねでした。皆さんの国どうかぜひメッセージで送ってください。他に、ニュースのこととか知りたい人ね、最近の日本のニュース、私の YouTube でお話ししていますよ。このニュースで学ぶ日本語というシリーズにいろいろあります。これ日本のお札、お金がそろそろ変わります。楽しみです。この話とか他いろいろ話してます。あとは N1 の問題読解を読んでみようとか、N2 の読解練習してみようとか、あとはビジネス日本語を勉強しましょうとか、全部私の YouTube チャンネルで見られます。あとは、JLPT の読解の勉強、している人多いと思います。特にそろそろ JLPT 本当の試験近いですからね。合格するための方法というのを私が話したビデオがあります。N1、N2 ありますよ。これとか、あとはビジネス日本語、勉強したい人はこれ Zoom レッスンで私教えてますので、毎週日曜日ですね。よかったら来てください。この申し込み方とかクラスについて、ビデオレッスンについてはこのオンラインレッスンのリンクを見てください。今日のビデオ、この YouTube ビデオのディスクリプションとか、コメントのところにそれが詳しく書いてありますので、そこから見てください。